エイリアン。すいません、ありがとうございます。サバイバル生活、まだ初日ですね。ここ着いてから2時間3時間ぐらいしか経ってないと思うんですけれども、さっきですね、この島のですね北側の捜索を行った時に結構重労働でして、早速なんですけど喉乾いてます。というか結構ピンチです。ということでね、急ぎ足で飲み水ですねの確保をしたいんですけれども、どうしましょう。ちょっと考えます。でこのね、私の背後にあったこの、木で組んである設備といいますか、前回のね動画でも少し予想しましたけど、多分これはですね、やっぱりここにロープもあることからですね、浄化施設ですねだったと思います。浄化施設とはですね、船の整備だったり、あとは修理ですね、そういったのをね行ってたと思います。でこの横にはですね、ここに見えるんですけれども、近寄ってみますとおそらくね皆さんにも分かると思います。ここ見たら分かりやすいかな。これは船の船首前側ですね。現在の船の主流はですね、小型の船の主流ですよ。私の船みたいに FRP、プラスチックですね、強化プラスチックでできてるんですけれども、昔はねこういう木でできてました。そのいわゆる木船がここにですね、放置されていて、このようにもう半分砂浜に埋まっちゃってますけれども、そういった状況にあります。はい、そういった話をしながらですね、この辺に落ちてある漂流物ですね、海から流れてきたものを見てたんですけれども、水を生み出すために使えるようなものがないと僕は感じました。ということで、この無人島サバイバルルールのですね一つのルールです。このね、私が乗ってきた漁船にあるものは、使っていいというルールを定めてあるので、ちょっと漁船に戻りたいと思います。さあ戻ってきました。少し考えたんですけれども、水を生み出すと言ってもですね、今日は曇りがちなんですけれども、多分雨は降らないんじゃなかろうかと思いますし、この3泊4日のサバイバル中ずっと雨乞いを祈祷をするわけにはいきませんから、何か術を考えなきゃいけません。ということでね、やっぱりこの海ですね、海の海水を利用しなきゃいけないと思うんですね。でこの海水もちろん塩分濃度高いですから、これを飲んだらね逆に喉が渇きます。でやっぱりですね、これは安易な考えかもしれませんし、失敗するかもしれませんけれども、この海の水海水を煮沸ですね、煮沸といってはまだ火は起こせてないんですけれども、この海水を煮沸する、どうにか火を起こして、煮沸しようと思いまして、こういったですね海水を汲めるバケツだったり、これは鍋なんですけれども、漁船に積んであります。漁船に積んであると言いましても、この漁船ね、私が去年一昨年だったかな購入した船なんで、この船の備品の一つとしてついてました。でここを開けて、このように海水を汲んで、こういう船のねデッキ周りを水で掃除したりという、洗い流したりというね、こういうものがありました。で今現時点ではね、その明確なところまでは考えてないんですけれども、これでとりあえず海水を煮沸して、で煮沸するとですね水蒸気が出ますよね。でその水蒸気をどうにかして集めて、今ねちょっと喋ってるとまた喉が渇いてきたんですけれども、この喉を潤したいと思います。で火を起こさなきゃいけないんですよ。で火をですね、この漁船を用いてどっから得ようかなって考えてたんですけど、やっぱり最初に思いついたのがエンジンでした。船のエンジンで、もちろんですね船のエンジン、この内部はですね燃料を燃やす工程がありますので、爆発、火は起きてますけれども、火自体はですね取れないと僕は判断しました。で特にねこういう船はディーゼルエンジンですので、ガソリンエンジンみたいにこういう火花を飛ばすスパークプラグがありません。もしガソリンエンジンのスパークプラグがあったら火を得ることできるかなとは考えたんですけれども、これは残念ながらディーゼルエンジンなんで火花をね飛ばすようなスパークプラグはありません。ということで他の策を考えなきゃいけません。で私のですね空っぽの頭の中をフル回転させて、何かないかなと考えていいものが思い浮かびました。成功するかは分かりませんけれども、これです。はい、ここのね中にあります。入ってみると、はい、こちらですね。ちょっとねこの部屋の内部汚くて申し訳ないんですけれども、このねバッテリーを用いて火を起こしてみようと思います。ちなみにこの奥がですね、船の前側エンジンがあります。ということでこのバッテリーを外します。重たい。よいしょ。
はい、めちゃくちゃね、重たかったんですけれども、上げてきました。で、これね、130F51 って書いてるんですけれども、この130がこのバッテリーの容量。バッテリーの容量イコール、この重さと思ってください。めちゃくちゃでかいです。その分重たいですね。で、バッテリーと水を汲む鍋と、で、船のね、後ろ側に置いてあった、こういう袋も使おうかな。で、ちなみにね、この袋は、漁場廃棄物回収事業用って書いてますけれどもね。私たち漁師が漁をする過程で上がってくるね、ゴミ。これをね、回収するこういう袋があるんで、これらをあの浜に持っていきましょうか。でね、火がついた後もね、これを乗っける台を作らなきゃいけないんで、なんかいい漂流物ないかなと思ってたんですけどね。これが良さそうですね。この鉄の、ペール缶っていうんでしょうか。これ穴が開いてるのがあったんで、これを、ちょうどね、錆びて口取ったんで、ここ破壊して、よし、これで、そしてこの鍋のね、この取っ手が引っかかるように、上側をこうやったら、OK。こんな感じでどうでしょうか。そしたらね、この鍋に水汲んで、そしてこれ鍋セットして、ちょっとね、不安定ですけれども、サザエの殻なんか引いて、ちょっとバランス取ってみてます。あとはここで火を起こせば、この海水が蒸発して水蒸気が生まれますね。そしてハサミでこのね、ビニールを剥いて、剥くとね、こういった導線というんでしょうか。これが出てきます。で、反対側もビニール剥いて、はい、もう結構な方気づかれたかもしれません。要はこのプラスとマイナスをひっつけて、ショート、短絡とも言ったりするんでしょうか。ショートさせますね。で、どうなるかわかんないんですけれども、ここプラスとマイナスをひっつけると、この配線多分ね、燃えるんじゃなかろうかと思います。今の僕の予想です。で、もしこれが燃えてくれたら、その瞬間に、火をね、ある程度大きさまでやんなきゃいけないですから、薪になりそうな木をね、ある程度集めておきます。ただですね、4、5時間前まで雨が降ってたので、まだこういった木はね、濡れてます。なのでちょっとね、心配はあるんですけれども、なんとかですね、雨乞い動画にならないように、こういった木を拾ってですね、火を起こしたいと思います。さあ、まだね、正直ちょっと湿ってはいるんですけれども、こういったものを用意しました。そして、まず奥側のプラスつないで、皆さんね、危険ですので真似しないようにしてください。そしてね、どうなるか分かりませんけれども、ここ縛って、こんな感じでやってみましょうかね。ちょっとバッテリーに近いんで危ないな。ちょっと離して、さあこれでちょっとやってみたいと思います。火花は散ると思うんですけれども、うわっ、今度はね、ちょっと大きめの乾いてそうな、頼む、乾いとけ。いけたいけたいけた。オッケーオッケーオッケー、よっしゃ。そしたら今度、うわ、もう消えよる。そしたら今度はね、大きめの木を、竹かなこれは、持ってきて、急げ急げ。あとはもうこれで完璧やろ。ちょっと入れすぎか。ええわ。ちょっと最初なんで映るやろこれで。よし。あとはこの乾いた木に燃え移ってくれということで、完璧やな。上出来。おお。そしてこういうのも落ちてました。完璧やろこれ。そしたらこいつでこの木を砕いて、ここに持ってきて、熱い。よし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 、熱い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 。オッケーオッケーオッケー。熱い。大事大事大事。いいんじゃないですか。ちょっとね、この木もまだ湿ってるんですけど、多分つく。
さらにまたこれね入れて、そしたらねこのまま巻きくべてたらねここ蒸発すると思うんで、この間にこのペットボトルを半分にして OK、 中切れそう。ほんでペットボトル入れて、この中石入れます。沈んでくれなきゃいけないんです、これ。よし、これで沈んだかな。 OK、 これで沸いてるね、沸いてるね。これ熱いかな。一瞬やったら大丈夫やろ。熱っ、沸騰してます。 OKOKOK。 多分ねずっと沸いてる状態じゃなくてもこれで大丈夫やと思う。でこれにでこの上にねビニールをかぶせたいんですけど、多分溶けると思うんですよ。まだいや大丈夫そうやな。このビニールをねささっと切ります。ここにこうやってかぶせます。あ、これね角当てがわなくてもいいかもしれないですね。この袋のねフラットなとこ、ここをこのようにピシッと当てまして、で水蒸気が逃げないように針金を回して、あ、皆さん分かりますかね。早速水滴が内側についてきました。でこれがですね真ん中ペットボトルの中に落ちるようにこれを真ん中に置いて、よし、これでいいかな。この中に入ってる海水一回沸騰してね、今現在も80度とか90度あるんで、これでもですね水蒸気ある程度あると思うんですけれども、おそらくねやっぱり煮沸する方がそのね水が溜まる速度はね速いと思います。ということで余分なビニール切って、でビニールが燃えないようになんですけれども、こうたまにね火に当てたりなんかして様子を見たいと思います。皆さん見えますかね。めちゃくちゃいい感じに水が滴り落ちてます。でビニールが燃えん程度にこうやってね火から離したりして待ちたいと思います。ということでね、ちょっと本当に喉乾いてきたんで、早速ねこれ開封してちょこっと水飲んで、でもう真っ暗になったらね何の作業もできないので、もう今日は寝たいと思います。さあ本当に2時間ぐらいはやったと思うんでね、結構量は期待していいと思うんですけれども、さあ開けますよ。ちょっとね覗いた感じではあんま溜まってなくないですかこれ。2時間やったんよ。これは多いというんでしょうか、少ないというんでしょうか。これぐらいです。何ミリリットルでしょう。100あるかないか、100ないかもしれないですね。ちょっとショックではあるんですけど、まあ一滴一滴ね落としていくんで、まあねこれぐらいにはなっちゃいますよね。ということで、もう多分ぬるいと思うんですけれども、めっちゃ喉乾いてるっていうのもありますし、これ飲まんと3泊4日のこのサバイバルはできなくなりますから、はい、ちょっと意を決してもう本当に喉乾いてるんでいただきます。飲み込みましたけど、もちろん美味しくはないです。なんか角が立ってると言いますか、石の味がします。すごく高度の高い美味しくない水みたいな、そんな感じがします。ただ塩分とかは含まれてないですし、ギリ飲めるかなって感じですね。もうしょうがないです。ギリ飲めます。河原についたって多分砂とか土の味ですね。そんな感じがします。これでねもう明日本当に食中毒とかにならないようにもう祈るだけなんですけれども、結局ねまた雨乞いはしなくていいですけれども、またそっちの意味でね祈ることにはなっちゃいますね。はい、ということでまだ全然喉乾いてるんですけれども、本当にね日ももう暮れちゃいましたし、今日はこれでもう寝たいと思います。で水に関してはねまた方法でねこうやって取れるってことが分かったんで、1日 4,5 時間やってあれの2倍3倍のね水を取って、それでこのね3泊4日の生活を生きながら得たいと思います。最終日とかはねもう喉カラカラの状態でもいいですしね、最悪ですよ。さあそしたら寝床作りましょうか。でもう寝床の確保まで時間もないので、もうね大きい条件は一つだけです。雨と風をしのげるとこです。雨はですねご覧の通り
割と快晴なんで、おそらく大丈夫かなとは思うんですけれども、それでも100% ではないと思うんで、自分の上側を守ることと、あとは横ですね、今現状のこのそよっとの風がですね、夜は本当に体温を奪うことになると思うので、この風と雨ですね、これを防ぐところに寝たいと思います。この下とかどうですかね、この下。さあ、この下ね、覗いてみるとこんな感じですね。ただこれ雨も少し落ちるでしょうし、こっちから南からの風はですね、もろ当たりですね、吹き抜けです。でもとりあえずね、第一候補にします。あとはどっかないですかね。四角い FRP でできた船があります。このこっち側のね、民家にあるのは触っちゃいけないですけれども、これはね、個人所有の土地ではないので、ここにあるものをお借りしますというか、そんな感じで。これが起こせるか。どうしよう。これここに起こして、よし。でここに立てかけて、でこのパレット使いましょうか。これ流れ着いたんやろうな。よし、よいしょ。こいつでやっぱね、ここの角にします。よりここやったら風が舞い込んでこんかなと思いまして、ここ掃除します。よし。ちょっとね、喉乾いとったけど水を得たんでちょっと元気になりましたね。よし、これで風よけのボートをよし、いいんじゃないですか。10分で作った家にしては上出来じゃないでしょうか。で、あとはね、こっち側風が入ってくると思うんで、ここを簡易的に塞ぎましょう。いいのありましたね、これ。できるだけね、隙間を防ぎます。寝たいと思います。寝るとは言ってもあんまり横にはなれませんね。仮眠できるといったぐらいでしょうか。こんな感じですね。雨は完全にしのげますね。で、風もですね、こっち側の隙間もこんな感じで、今現状私がここに寝た感じではですね、ほぼ無風ですね。はい。案外居心地いいですよ、これ。もう狭いのはですね、仕方ないと諦めさえすればいいですよ。薄暗くてですね、多分もう4時から5時という時間なんでしょうけれども、ここからね、ちょっとこう顔を覗かせるとめちゃくちゃいいオーシャンビューもありますし、でとりあえずですね、水も飲めましたし、そんな悪くない気分です。で、不思議とお腹も減ってません。多分適度の緊張感があるんだと思いますけれども、まだそんなにお腹は空いてません。ただこれ多分明日めちゃくちゃね、お腹空くと思うんで、なんとかですよ。なんとかこの住処とですね、あと水はなんとかですけど確保したような気がするんで、あと食料ですね。あと3日間あるんですか。今日寝て明日明後日しあさっての3日間をね、生き延びたいと思います。はい、ということで体力だけはね本当に削られてるんで、このまま多分熟睡はできないと思うんですけど、仮眠したいと思います。ではまた明日。とりあえずイノシシだけに、気をつけようがないですけど、注意しながらですね、仮眠を取りたいと思います。ではまた明日。やっぱね、寒すぎました。これがないとね、やってられません。寒い。